1918年10月22日、蔵王遭難事故。登山計画。1918年10月22日、某旧制中学校は2泊3日の予定で、蔵王連峰への登山修学旅行を計画していました。登山計画は次の通りです。10月22日、某旧制中学校の一行は、登山口に近い温泉宿の青根温泉に宿泊し、翌10月23日に標高1841メートルの蔵王連峰への登山を開始します。お釜である五色沼を通り、勝田岳から馬の背を渡り、熊野岳、和佐小屋を経由。そして、標高880メートルに位置している高湯温泉に行く約8時間の登山計画となっています。高湯温泉とは現在の蔵王温泉です。登山修学旅行の参加者は教師5名、生徒が150名、総勢155名の団体での登山となっています。この時の参加生徒の学年は4年生と5年生であり、生徒の年齢を現在の年齢に置き換えれば、およそ16歳から17歳くらいです。今回は登場人物が多いため、引率者の教師5名には、それぞれ仮名をつけてご紹介します。まず、引率者のリーダーでもある体育教師の市村先生。市村先生は、元陸軍隊員で、内外からとても信望が厚い先生です。2人目は二木先生。3人目は三上先生。4人目は篠宮先生。最後5人目は後藤先生です。この4名の先生たちもまた、体育教師の市村先生同様、生徒思いの実直な、信頼の厚い先生たちです。学校として大きなイベントの登山修学旅行。生徒たちはもちろん、教師たちもこの旅行を楽しみにしていました。10月22日火曜日1日目。登山修学旅行の当日、教師5名と生徒150名は鉄道に乗って青根温泉へと向かいます。この日一行は青根温泉に宿泊し、翌23日から蔵王連峰への登山予定となっていました。初めての登山、初めての仲間たちとの旅行に生徒たちは大はしゃぎです。鉄道の中でも温泉宿の中でもそれぞれおしゃべりをしたり、みんなで夕食を食べたり、温泉に入ったり、また寝る時には枕投げをしたりと仲間たちと共に思いっきり楽しい時間を過ごします。高鳴る思いをそれぞれ胸に抱き、温泉泊を満喫していました。10月23日水曜日2日目。翌朝起床後、教師たちと生徒たちは早めの朝食を食べ、登山のための事前準備を開始します。元陸軍隊員の経験からか、リーダーの体育教師の市村先生は、全体を4つのグループに分けることを提案。各グループの先頭に教師を配置し、教師が自分のグループの生徒に目が行くようにします。さらに、1グループごとに少人数規模の4グループずつを作り、小規模グループのリーダーには文武両道の生徒を選んで配置し、統率が取れやすいようにします。食料については約8時間の登山工程を考え、握り飯1食分と餅2切れのみが支給されました。念のためとして専用の登山ガイドも雇い入れます。午前6時20分、いよいよ一行は登山を開始。山の天候は晴れ、まさに登山日和です。155名の一行は順調に山を登っていきました。青根温泉を出発し、五色沼を通り、何の問題もなく勝田岳に到着します。ここで一行は一旦休憩を取ることにしました。晴れ渡った勝田岳からの雄大な景色を眺めながら、グループごとにおのおの岩に腰をかけ、持ってきた握り飯や餅を食べて、少しの間登山の疲れを癒します。そして、休憩を終え、一行はまたグループごとに登山を開始します。しかし、この時一緒に登ってきた専用ガイドを、なぜか教師たちは勝田岳で返してしまいました。どのような経緯で専用ガイドを返してしまったのか、詳しい記載がありませんので、理由はわかりません。ともかく一行はガイドなしで
高湯温泉までの道のりを進んでいくことになるのです。登山を開始した一行でしたが、先頭を行く体育教師の市村先生がどんどん自分のペースで先へと進んでいってしまいます。後続の他の教師や生徒たちは市村先生の速いペースに遅れまいとついていきます。しかし、そんな市村先生の速いペースについていけずに、後続の3グループが徐々に遅れ始めました。この時、天候が急激に悪化し、冷たい雨が降り始めます。やがて気温はどんどん低下し、後続の3グループは先頭からますます離れてしまいました。午後2時15分頃には雨から吹雪へと天候がさらに悪化します。後続グループが天候の影響で登山に苦戦を強いられている中、先へ進んでいた市村先生率いる先頭グループは熊野岳から和佐小屋と進み、悪天候の影響を全く受けずに午後1時30分には高湯温泉に到着していたのです。その時到着していた人数は市村先生と二木先生教師2名と生徒の124名です。宿へ着いたばかりの時は後続グループに遅れが出ているとは思っていなかった市村先生でしたが、いつまで経っても温泉に到着しない同僚教師と生徒数名がいることに気づきます。少し遅れているだけだろうと思い、とりあえず後続グループが到着するのを待ってみることにしました。しかし、夕方頃になっても後続の3グループがいつまで経っても高湯温泉に到着しません。心配した市村先生と二木先生は学校に連絡することにします。この時点で高湯温泉に到着していないのは、教師の三上先生と篠宮先生、後藤先生と26名の生徒たちです。連絡を受けた学校関係者はすぐさま警察に通報。そして、通報を受けた亀山警察は救助隊を編成し、早速救助に向かおうとします。ところがこの時すでに山は大吹雪となっていて、救助を行うことができなくなっていたのです。10月24日木曜日3日目。翌朝、亀山警察は60名の救助隊の編成を組み、救助に向かおうとしますが、荒れ狂う吹雪の中、救助活動をすることができません。また、高湯温泉にいる一行ができることも、天候の回復と到着していない仲間の無事を祈ることだけでした。自然の力にはどうすることもできず、なす術もなく、ただ時間だけが過ぎていきます。一方、先頭とすっかりはぐれてしまった三上先生率いる1グループは、前日の23日まで和佐小屋に到着していました。その和佐小屋の中で、教師の三上先生と生徒20名はお互いに励まし合い、肩を抱き合って寒さと空腹の状況を耐えています。そんな中、生徒の一人 A 君が親友の B 君が和佐小屋にいないことに気づきます。さっきまで一緒だったはずの B 君がいない。B 君の身を心配した A 君は皆が止めるのも聞かず吹雪の中 B 君を探しに和佐小屋を飛び出していってしまいました。もしかしたら熊野岳あたりにいるかもしれない。 B 君が熊野岳にいることを願い A 君は来た道を引き返していきます。また別の皇族グループを引率していた教師の篠宮先生と後藤先生は寒さの影響で体調不良となってしまった生徒6名と一緒に熊野岳にある大小2つの石室の中に避難していました。そこへ吹雪の中一人親友の B 君を探しに来た A 君はやっとの思いで熊野岳に到着。2つの石室があるのに気づきます。急いで石室を覗いてみると、そこには親友の B 君と先生たちが避難していました。B 君は危険を顧みずに助けに来てくれた A 君と会えたことに感謝し、泣きながら再会を喜びます。教師たちは吹雪の中、無謀な行動をした A 君を叱責するも、彼が無事だったことに心から安堵しました。ですがこの時、荒れ狂う吹雪の熊野岳の石室の中に、A 君を含め計9名が完全に閉じ込められてしまったのです。10月25日金曜日4日目。この日の夕方、やっと天候が回復し、一斉に60名の捜索隊が捜索を開始します。それと同時刻くらいに、和佐小屋にいた三上先生と生徒19名が疲労困憊ながらも自力で高湯温泉に到着します。
朝小屋でじっとしていた一行は天候の回復を見て千載一遇とばかりに見逃さず急いで下山してきたのでした。遭難してから2日目のこの日、先に高湯温泉に到着していた一行と抱き合いながら無事に下山できたことを泣いて喜びます。しかし三上先生だけは顔色が冴えません。その理由はあの時止めるのも聞かずに飛び出していった A 君のことが心配だったからです。三上先生は市村先生に A 君の安否を確認します。市村先生からは A 君を含め数名が今もなお行方不明となっていることを聞かされ、あの時もっと強く止めておけばと三上先生は後悔します。60名体制で救助活動をしていた神山警察の救助隊ですが、残念ながら9名の発見には至らず、この日の捜索を終えています。ここまで教師含め146名が無事高湯温泉に到着していました。10月26日土曜日5日目。翌朝、神山警察は40名の捜索隊を編成し、未だ行方がわからない教師2名と生徒7名の捜索を開始します。捜索隊は前日朝小屋から下山してきた一行からの情報で、捜索範囲を熊野岳周辺に絞り、捜索することにしました。熊野岳には大小2つの石室があり、おそらくそこに吹雪を避け、避難しているのではないかと推測したからです。高湯温泉側から熊野岳方面へと登り始めて、捜索隊が熊野岳の石室に到着したとき、2つの石室の入り口は2メートル以上の雪に埋もれていました。すぐさま捜索隊が除雪を開始し、午前11時40分頃、捜索隊の懸命な除雪作業の結果、行方がわからなくなっていた教師と生徒たち9名の遺体を発見します。まず、小さな石室から生徒4名が、大きい石室から教師2名と生徒3名が発見されました。2名の教師は3名の生徒を抱きかかえるように亡くなっていたのです。これはあくまでも想像とはなりますが、発見された状況から考えると、まず最初に体調不良となった4名の生徒が凍死で亡くなり、その遺体を小さい石室に教師の篠宮先生と後藤先生が弔ったと推測されます。その後、生徒3名と大きな石室に移動し、救助を待っていましたが力及ばず、篠宮先生と後藤先生と生徒3名は亡くなってしまったと考えられています。9名の死因はいずれも低体温症での凍死でした。登山の振り返り。それでは今回の遭難事故の原因について考えてみましょう。1、統率が取れなかったこと。大人数の団体行動では統率が取りにくい状況になりがちです。しかし自然相手に統率が取れないとなると命に関わる危険性が出てきます。今回先頭を行く教師が自分のペースでどんどん先に進んでしまい、それに遅れを取らないようにと後続グループがついていく形になりました。ついていけた人たちは良かったかもしれませんが、遅れを取ってしまった人たちにとっては道しるべがなくなったため、遭難してもおかしくない状況になってしまったのではないでしょうか。とはいえ、今回の登山は学校の修学旅行の一環でした。遭難事故に見舞われたことは突然の吹雪によって起きた不運な事故であったと思います。後日談。今回の遭難事故の責任を取って某旧制中学校の Y 校長が辞職しています。周囲からは辞職することに対して反対する声もありましたが、Y 校長は周囲の反対を押し切り辞職しました。その時の Y 校長の心情は、犠牲になった9名の鎮魂と慰霊を生涯をかけて全うすると誓っていたと、後に Y 校長のご家族の方がおっしゃっています。数年後、不幸にも早くに亡くなった Y 校長の後を引き継いで、Y 校長の三男 C さんが、犠牲者への慰霊登山を3回行っています。1回目と2回目は天候不良により慰霊碑が建立されている熊野岳まで登頂することができませんでしたが、3回目でやっと熊野岳に登頂し、慰霊碑に手を合わせることができたのです。慰霊登山については時間が許す限り行っていきたいとして、ご家族が継承し、今も継続中とのことです。以上、蔵王遭難事故を紹介しました。最後になりますが、亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。
ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。